はい、皆さんこんにちは。シールとかいろんなプリントグッズを扱っている AI クラフトの村長です。今日はサムネイルにもありますように新入学ということになってきたと思いますので、特に小学校入学とか保育園の入学とかそういうような方にですね、喜んでいただけるソフト、これはもう2週間ぐらい前に発表をしたんですけれども、こちらのソフトを皆さんに見ていただこうと思います。最初は今流行りのぷくぷくシールとかそういうものを作るために開発したんですけれども、今回アップデートしましてですね、入学シーズンに最適なですね、お名前シールを作れる機能、これを搭載しましたので、その辺のところをお話ししていきたいと思います。パソコンの画面を見てください。見ていただいた通り、シールが横に2列ですね。そして縦に9列ぐらいですね。並んでいますよね。こういうようなシールが作れるということです。ちょっと他のものも見ていただきましょう。こんな感じで幼稚園とか小学校1年生ぐらいでしたら、まだひらがなモードでもいけるんではないかなと思います。こんな風にかわいい名前シール。これをですね、ダイソーとかに行ったら確かに名前シールというのはいっぱい売っていますが、独自の一つしかないようなデザインで作るというのを挑戦していただいたらどうかなと思います。そしてこのソフトはですね、無料ソフトというのもあります。そして今回の名前シールのアップデートは有料版なんですが、その有料版も1000円の買い切りソフトのチャット GPT の GPTs というので動くようになっています。チャット GPT に契約をしていなくてもログインのアカウントさえ作ってですね、チャット GPT が使える状態であれば、このソフトも回数制限とかはあるにしてもですね、動くようになっています。もちろん、チャット GPT の有料版に入ってくれている人にとってはですね、たくさんシールを作っていただけます。じゃあ、このアップデートしたお名前シールの部分を見ていただくことにしましょう。このソフトは AI シールデザインメーカーと言います。最初のバージョンはこのような可愛いシール、これらを作って自分で DIY でですね、ぷくぷくシールにしようとか、そういったことにも使えるようにということで開発をしました。もちろん自分で綺麗にカットするとかいうのは難しいですので、僕の方でもシールの状態でオリジナルのデザインで納品させていただこうという試みもしています。ですから皆さんがこれで作ったこの画像ファイルをですね、僕の方に送っていただいたらですね、世界にたった一つのですね、オリジナルシールができるというものです。そこに今回はお名前シールの機能をつけました。やっていきます。シールを作ってという真ん中のボタンを押します。すると、どんなタイプのシールデザインを作りますかということで、ここでですね、7番季節テーマ、これは初めからあったんですが、そこに括弧お名前シールを含むというふうになっていますよね。これで7番を押します。そうしましたら、どんな配置にしますかと出てきます。お名前シールですから、同じものが多く欲しいんですね。ですから、最初の1番、これを選択していただきます。シートの中のサイズ感は、ぷくぷくシールでしたら、たくさん詰めたいとか、それは極小というのを選んでいただいたり、少し大きなもの、中とか大とか、そういうのも選べるんですが、ここではですね、お名前シールの横一列。横一列というのは、プリントの仕方にもよりますけれども、約8センチから9センチぐらい、それぐらいになるものと、横に2列並ぶものと2つ作れるようにしています。まずは2列でやってみましょう。7番。そして自分の子供さんがですね、可愛いのが好きだとかですね、いろいろあるじゃないですか。だから、ここにいろんなタイプがありますので、好きなものを選んでください。じゃあ、2番というふうにしましょう。ポップ。そして次は、色合いのことを聞いてきます。どんな感じですかということで、じゃあ、カラフルにしておきましょう。2番。
そして最後にどんな用途のシールですかと聞いてくるのでですね、ここで5番のお名前シール、これにします。そしてシールの縁はどうしますかというふうに出てきます。縁ありというのでやってみましょう。後で切る時にも切りやすいですから縁ありを選びました。次はお名前シールですので、お名前シールの時だけこういうふうに名前はどのように入れますかと聞いてきます。ひらがなでもいいし、カタカナ、そしてローマ字、もう小学校3年ぐらいになってきたらですね、名字と漢字入れるというのもいいと思いますね。今回はですね、ひらがなで入れてみましょう。ひらがなで中村太郎というふうに打ちました。これで送ってみます。うまくデザインはやってくれましたが、字がダメですよね。こういう時もあります。そんな時はもう一度やり直すという方法もあります。プロンプトを出してもらって、日本語が上手に出せる、例えばナノバナナ。こういうので作ってもいいと思います。ちょっとナノバナナでやってみましょう。プロンプトでというふうに打ちました。もう中にですね、プロンプトで出すという仕組み自身は入れてありますので、こちらでやってもいいわけです。これでコピーをします。僕の場合、いくつかのナノバナナを使える環境があるんですけれども、ハギングフェイスでやってみます。イメージからナノバナナプロ、これを選びます。そして今のプロンプトをここに貼り付けます。そしてこれは9対16のサイズで出せばちょうどいい感じになるようにしていますので、サイズはですね、9対16を選びましょう。そしてクリエイトしていきます。はい、できたようですので大きくしてみましょう。このようにですね、中村と書いたものと中村太郎と書いた2つをですね、いろんな色で作ってくれました。これは全部同じ色にしたいというような時があればですね、それはチャット GPT の方で自分の要望も言っていただくといいと思います。今度は横一列でやってみましょう。新しいチャットにします。やっていくのは先ほどと基本的には同じです。7番のお名前シールをやります。そして同じテーマの1番。そしてお名前シールの横一列6番。そしてすべて同じライン。こんな風に言っておきましょう。そして今度はシンプルというので作ってみましょう。5番。色はパステル1番。どんなシールですか？お名前シール5番。縁あり。そして次は名前ですね。田中よし子という名前にしました。じゃあこれで送ります。あまりド派手にならないでですね、田中よし子ということで出してくれましたが、またこれね、よし子という字がちょっと違いますよね。まだまだチャット GPT は日本語に弱いですね。じゃあこれもハギングフェイスの方で送ります。今日はハギングフェイスがおかしいですね。1でやっているのになぜか3つ出てきますね。こんな風に縦に面積を今回は取ってしまいましたね。こんな時って同じプロンプトで出してもいいわけですけれども、こっち側は3つになって、こっち側は2つになってと、こんな風になっていますが、じゃあもう一回出し直しましょう。今日のハギングフェイスは少しおかしいです。今度はいい感じですね。ちょっとこれを拡大しましょう。縦に5つになってくれました。これができたらどんな風にすればいいかというとですね、グラフィックソフト、例えばキャンバであるとか、そういったものに貼り付ければいいわけですね。ちょっとやってみましょうか。画像をコピーしておきますね。そしてキャンバに行きます。これが A4 縦です。A4 縦の場合はですね、貼り付けてもらったらですね、2つぐらいがこのように並ぶと思うんですね。まだ下の方にも隙間があります。また他の時に紙を使ってもいいですけれども、もう少し
作りたいのならこうやってコピーするといいでしょう。こんな形でプリントアウトをすればいいわけです。ではそのプリントアウトの件をお話ししたいと思います。はい、ここにたくさんのラベル用紙を出しました。僕が推奨するのは案外安くていいこのプラスさんのですね、光沢ラベル。これ案外いいです。また概要欄に載せておきますね。Amazon とかで買えると思います。そしてですね、自転車用のホワイトタイプ。これらのシールもエレコムさんですが案外いいです。そしてここを2つ出しましたが、これはですね、他以上に上のラミネートフィルムも一緒にセットになって売ってるんです。濡れたりしてもですね、絶対に落ちないようなそういう形になっているわけですから、もし長く使いたいとかいうような時はこんなようなステッカーシール A1 さんがこういうのを出したりしています。そしてちょっとした鉄のところに貼ったりするの、これ磁石なんですね。磁石のこんなインクジェットでできるシートもあるわけです。そのインクジェットの時にちょっと途中の話になりますが、ここにインクジェットと書いています。こちらから見た方が分かりやすいかな。ここにインクジェットと書いてあるんですけれども、その時に後ろを見たりしてですね、自分のプリンターはインクジェットの中でも顔料インクなのか染料タイプのインクなのか、それを知る必要があります。それは自分の持っているプリンターのマニュアルとかにちゃんと書かれています。例えば黒だけが顔料とかいうのもありますけれども、そういうのに対応しているか対応していないか、そこらのところをちゃんと見て買うのがいいと思います。今までご紹介したこれらはいわゆる筆箱とかそういったところに貼るものなんですけれども、例えばハンカチであったり布にはアイロンプリントシートがいいと思いますね。ここにピンキーというの、これも案外安くていい素材です。そしてギュッと引っ張っても伸びやすい、これがいいですが、さらにですね、安い方がいいというんであればですね、こちらのピンキーは10枚ほどで多分1500、600円だと思うんですが、こちらの A サブという布用プリントペーパーは1000円までであったように思います。ですから大量に作りたい時はこういうのでもいいわけです。そしてですね、いやもうそんなことも忙しくってやってられないんですよというような方はですね、僕の方で全部シールにしてですね、これお名前シールではありませんが、ちゃんとですね、こうやってもうすぐにめくる、この状態でですね、納品をさせていただいたりという制作の仕事もさせていただきます。あとは貼るだけというのですね。で、それも価格を少しでも抑えた方がいいとか、もう濡れても絶対大丈夫なようにしておいてくださいとか、そういうような打ち合わせをしてですね、言っていただいたら完璧なシールをですね、皆さんに提供させていただこうと思います。送料はこういう紙ペラで送りますから、最大でも A4 のですね、普通郵便とかでも送れるので、コストは案外安くできると思います。自分でシートを買って、そして作る。そこの中には失敗するというのもあったりしますしですね、ハサミで切るのも案外大変だったりします。ですからハサミで切るのはもう四角く切るよと、そんな形に切らないからそんなに難しくないよと思いますが、シールというのは角っこが90度になってたりしたらそこから外れてきたりするんですね。角をラウンドと言いまして丸く取っておくとですね、シールの持ちが良かったりします。ですからもちろん自分でハサミを入れる時もですね、角っこは丸めてもらうとかいうようなことがいいと思いますし、角っこを丸めるのにはラウンドカッターって言ってですね、端を丸くするようなカッターも売っていたりします。ただそれだけのために
買ってたら僕にシールを発注していただく方がずっと安くて綺麗なものができると思います。用紙を買えば単価は安いと思いますが、用紙もですね、1枚だけとか買えないわけです。そして次は皆さんは100円ショップという最大の見方がありますけれども、100円ショップのインクジェットというのはどうしても水に弱かったりします。そこらのところもありますので、ぜひぜひこの4月の時期はですね、子供さんにかっこいいシールを作ってあげれたらいいのではないかなと思いますので、僕の方にご相談をいただくというのもどうでしょうか。ということで今日はですね、僕の開発しました AI シールデザインメーカー、価格は1000円で販売させていただいていますが、それにですね、お名前シールの機能までついたということでですね、キャンバとかでデザインするのも、もう名前すら入れることがない、1回だけあなたのお名前はというところで入れるだけでですね、バババババッと作れるのでですね、ぜひぜひノートという SNS のところでですね、販売をしていますので、そちらの方も覗いてみてください。では今日も聞いていただいてありがとうございました。はい。またねー。